第 08MS 正体の1は2人だけの戦争で交戦したザクとボール。宇宙でも泥臭い戦闘を繰り広げたこの2機を今回ウェザー。どうもダーティーです。ということで今回は高機動試作型ザクと08招待版のボールを製作していきます。どちらもプレミアムバンダイ限定で緊張しながらの制作でした。通称アイナザクっていうらしいですね。で、こちらのボールはシャークマウス仕様のセットなんですが、またの機会に取っておきましょう。では一緒に作っていきましょう。フェーズ1仮組み。ではゲートを少し残してカット。型番ニッパーできれいに2度切りしていきます。あとは説明書通りに組んでいきます。アイナザクはオリジンの MSD として展開されるキットなので、ドム試作実験機と共有のランナーがベースとなります。で、あっという間に仮組み完成です。アイナザクはプロポーションやディテールがオリジン系キットになっています。合わせ目が前腕ショルダーアーマーふくらはぎですね。カラーリングも独特でかっこいいですね。ボールはヘッドライトやウィンチ、サブアームが通常のボールと違う点ですね。2機並べるとガシガシ遊びたくなりますよね。フェーズ2パーツ処理。タミヤセメントを使って合わせ目を消していきます。まずはボールの2連装キャノン砲ですね。しっかり接着剤を塗ってむぎゅですね。こういう滑り止めのついた洗濯バサミだとパーツもしっかり挟み込めて傷つかないので重宝しますね。次はザクの前腕です。中に関節があるのですが、そのまま接着していきます。次はショルダーアーマーですね。前後から挟み込む形になっています。こちらのダポピンをまずはカットして、次に太い方のピンも少し残してカットします。これでもまだ入らないので、片側の接続パーツを削っていきます。これで後はめができるようになりました。少し隙間はできますが見えないので OK です。合わせ目消しはこの3箇所でそれぞれヤスリがけしていきます。今回一番難しいのはこのパーツですね。まずは逆エッジ部分から取り掛かります。デザインナイフではみ出した接着剤だけをカットしていきます。白いカスが接着剤ですね。次にスクレーパーを使って削っていきます。小さいですが両サイドに凸モールドがあるので潰さないようにしていきます。スクレーパーを立てて袖側もしっかり削っていきます。このモールド部分にも接着剤が溜まっているので、モールドの幅に合わせた角度でスクレーパーを立てて前後から削っていきます。袖部分は当て板付きの紙やすりで処理します。で、よく見ると袖の先の部分ですね。少し段差があるので、ここも修復していきます。0.5mm のタガネを使って優しく削っていきます。こんな感じにしっかりと逆エッジ部分が復活しました。部分で適切な道具を使い分けることによって簡単に処理することができました。しっかりと合わせ目が消えて元の形状に戻りましたよね。次はザクの足裏の肉抜き穴ですね。エポキシパテを使います。混ぜ合わせたパテを穴に押し込んでいきます。こんな感じですね。しっかり効果を待ってからはみ出した部分をデザインナイフで削ぎ落としてヤスリで削っていきます。フラットになれば OK です。次は首横の合わせ目を段落ち処理していきます。 0.5mm のタガネを使います。パーツに隙間を作って 1mm のプラバンを挟んで背中側のパーツをプラバンに沿って削っていきます。これで簡単に段落ち処理できました。次はボールのアーム基部ですね。
上がモールドで下がパーツ分割線なんですが、分割の隙間に合わせてモールドも太くしていきます。まずはスクレーパーで溝を深くしていき、その後 C 面を作る要領でモールドの幅を広げていきます。上下とも同じように作業して、このように分割を生かしてモールドをなじませました。あとは全パーツヤスリがけしてパーツ処理終了です。フェーズ3、ダメージ加工。ボールのアームにへしゃげたようなダメージ加工をしていきます。ライターで炙っていきますが、直火だと溶けて焦げてしまうので、少し離して熱で柔らかくしていきます。そして塗料の混ぜ棒を使って少しずつ曲げていきます。一気にやろうとせず5回6回と繰り返して作業していきます。で、こんな感じに仕上がりました。火の取り扱いには十分注意してくださいね。下の短いアームも同じように作業をしていきます。劇中でシロが持つかって言ってるやつを再現したくてのダメージ加工ですね。これで完了です。フェーズ4、塗装。合わせ目を消したパーツや色分けしたいパーツを塗装していきます。まずボールのヘッドライトやサイドのスラスターはマスキングしておきます。あとこれらのブースターパーツですね。これを調色してダークグレーで塗装していきます。こんな感じに成型色より暗めにしてシンプルなボールに色の情報量を追加しておきます。仕上がりはこんな感じで、ザクの足裏も同じ色で塗装しておきました。次はヘッドライトの部分塗装ですね。成型色に近い色を作って拭いていきます。接続部の塗装が少し甘くてグラデーションみたいになっちゃいましたね。次はザクのショルダーアーマーです。色の塩梅が少し難しいですが、いい色味になりました。次は前腕の合わせ目を消したパーツです。関節部分はしっかりマスキングしておきます。綺麗に処理できているのがわかると思います。次はザクのバーニアだけをスーパーファインシルバー2で塗装します。仕上がりはこんな感じです。次にザクとボールの両方のバーニア内部をエナメル塗料で赤く塗っていきます。マスキングが面倒なので筆塗りで。ザクの足裏も3箇所塗っていきます。1回では綺麗に発色しないので重ね塗りしています。ヘッドライトも一部塗っておきました。こちら塗装後ですね。はみ出した箇所をエナメル溶剤で拭き焼けて完了です。そしてヘッドライトの大きい方にはスーパーファインシルバー2で筆塗りしておきます。最後に忘れてはいけないザクの足先をモンザレットを作って拭いておきます。こんな感じです。これで塗装は完了です。フェーズ5、デカール貼り。ザクには付属のマーキングシールがあるのですが、今回海外メーカーから出ている水転写デカールを使用します。ボールは手持ちの連邦系デカールを使用していきます。ではデカールをカットしてマークセーターを使って貼り付けていきます。で、悲しいことにこのデカールめちゃくちゃ厚みがあって付属のマーキングシールと変わらない気がしますね。この赤色のラインデカールも下地の黒の影響をかなり受けてくすんでますよね。で、デカールの貼り終わりです。今回は全体的にあまりデカールを貼っていません。特に細かいデカールは少なめであっさりとした仕上がりにしています。こちらボールも全部で20箇所足らずぐらいでシンプルにしています。この作業は完全に好みですね。フェーズ6、ダメージ加工。再びボールにダメージ加工をしていきます。ピンバイスはザクマシンガンの口径と同じ 0.6mm を使用します。正面から射撃されたので数箇所に浅めの穴を開けていきます。
デカール部分にも少しかぶせてみました。次にデザインナイフで V の字に切り目を入れてクラックコンをつけていきます。今回はこんな感じに6箇所ですね。次にデザインナイフの刃先を使ってデカールにもダメージ加工をしていきます。ダメージというか塗装剥がれの表現ですね。デカールが外れないように慎重に作業します。特にこのへしゃげたアーム部分は必須ですよね。こんな感じにしています。次にワイヤーで縛られ擦れた傷をリューターでつけていきます。先端は逆テーパー型を使用しています。ワイヤーが擦れそうなエッジ部分に横向きにさっと傷をつけていきます。ザクは上半身につけてボール自身や真ん中あたりですね。ここにワイヤーコンをつけておきます。次にダメージ部分にジャーマングレーを塗っていきます。はみ出しても大丈夫なのでささっと塗っていきます。で、はみ出した箇所は綿棒に溶剤をつけて拭き上げておきます。次にチタンシルバーで先ほど塗ったグレー部分に金属感を足していきます。下のグレーを消さない程度にちょんちょんとつけていきます。ザクマシンガンのダメージ箇所も同じようにしておきます。フェーズ7ディテールアップ。ボールのこのウィンチ部分を本物のワイヤーに置き換えていきます。ワイヤーはだいたい 0.6mm ぐらいですかね。ということで 0.6mm のワイヤーを使用しましょう。ちょうどいいぐらいですね。まずはノコギリを使ってワイヤーのディテール部分の両サイドを切っていきます。次にフック部分はいらないのでヤスリで消しておきます。その後デザインナイフを使ってワイヤー部分だけを切り取っていきます。少しずつ切り進めてなんとかカットできました。切り取り断面をきれいにしておきます。ワイヤーを巻きつけるための軸はランナーを使用します。微調整して幅を合わせます。幅はいけましたが受け側の部分を調整していきます。ワイヤー分の厚みもあるのでこれぐらい隙間を作っておきます。では横から 1mm のピンバイスで穴を開けて全て貫通させます。次に 1mm のワイヤーを穴に差し込んでカットしておきます。そしてワイヤーを巻く軸に 0.6mm の穴を開けてワイヤーを刺して接着剤で固定します。硬化すれば次はワイヤーを巻いていきます。かなり硬いし小さいので難しいです。巻き終えれば再び接着剤で固定します。ワイヤー自体はかなり長めに余分を持っておきましょう。早速ウィンチをつけてみました。かなりいい感じですよね。次は先端の引っ掛ける部分のアンカーを作ります。こちらもランナーをカットして 0.6mm の穴を開けていきます。サイズ感はこんな感じですね。底面になる部分を少し平坦にします。ここに 1mm のネオジム磁石を取り付けたいので 1mm のタガネで溝を掘って磁石を埋めて接着します。これをザクの首横につけたいのでザクの首元にもネオジムを仕込んでいきます。使用するのは 3mm の磁石ですね。ちょうどいい隙間があるので押し込んで接着していきます。これで OK ですね。次にランナータグを使ってアンカーをもう少し作り込んでいきます。ヤスリで平らにして棒状にカット。これぐらいのサイズにしてこのように引っ掛けを3本接着します。ヤスリで軽く整えてつけるとこんな感じです。簡易的ですが丸だけよりはいいですよね。これをニュートラルグレーで塗装しておきます。それが終わればアイナザクにラッカーのハンコタクを、
ボウルに水性の反光沢を拭いておきます。フェーズ8、ウェザリング。エナメル塗料のニュートラルグレーとライトグレーでドライブラシしていきます。まずはニュートラルグレーから黒色のパーツにドライブラシしていきます。右側が作業後です。こんな感じに全体的にドライブラシしていきます。次はライトグレーです。黒以外のパーツはすべてライトグレーでドライブラシします。仕上がりはこんな感じですね。試作機なのでがっつり汚すというよりかグラデーションをかけるイメージですね。次にクロームシルバーでも少しドライブラシしていきます。デブリや格納デッキでの擦れやコックピットハッチや関節などの可動部分にシルバーをつけていきます。次にジャーマングレーでチッピング表現も軽くつけていきます。こんな感じにシルバーとチッピングはかなり控えめです。次はヒートフォークの刃先を塗装していきます。平筆を横向きに使ってささっとシルバーを塗っていきます。乾燥すればエナメル塗料の蛍光ピンクも同じように上から塗っていきます。アニメと同じようにピンクに光らせたかったのですが、なんか熱そうな感じになりましたね。まあこれでいいでしょう。最後におなじみのモノアイのディテールアップです。2.5mm の H アイスを使います。ラッピーテープに貼り付けて余剰部分をカットしていきます。仕上がりですね。最後に接着剤で取り付ければ完了です。これでザクのすべての工程が終了しました。フェーズ9、ウェザリング。シタデルカラーのシェード、カサンドライエローでリセスシェードをしていきます。要するに墨入れみたいなもんですね。モールドに影のように1段階濃い色を塗ります。はみ出した箇所を綿棒でささっと周りにぼかしていきます。これを本体のオレンジ部分に作業します。こんな感じで墨入れよりかは自然な仕上がりですね。次にナルンオイルでオーバーシェードしていきます。これも要するにフィルタリングみたいなもんですね。全体的にささっと塗って軽く拭き上げていきます。本体部分以外に全て作業していきます。こんな感じの仕上がりです。次にウェザリングマスター B セットのスノーを使います。今回は付属のハケの方で作業します。案外しっかりつくんですよね。これを本体のオレンジ部分のみにこすりつけて耐色表現していきます。次にすすを使ってマシンガンのダメージコーンの周りにつけていきます。こんな感じに傷周りを強調しておきます。次にアイアンブレーカーで全体にシルバーのドライブラシをしておきます。ボールに関してはザクよりも多少多めにシルバーをのせて試作機と運用機の差をつけておきます。こちらも最後にジャーマングレーで全体的にチッピング表現をつけていきます。ダメージ加工したデカールの上やクローのハサミ部分にもつけておきましょう。これでボールのすべての工程が終了です。ファイナルフェーズ完成。ではサクッと組み上げて頭をつけて、では完成です。どうぞ。というような感じで
かなりシュールな部分はありましたが、めちゃくちゃ楽しんで遊んだのが伝わる完成動画になりました。では比較です。ウェザリングは控えめにしてパッと見た印象は綺麗に仕上げました。墨入れはせずドライブラシのみでディテールやエッジ部分を立たせました。次はボールです。ザクと対照的になるようにウェザリングで運用している感じを出しました。運用といっても戦闘機というよりか作業用ですね。で、ボールのアーム部分などは ABS 素材なので、下出るカラーやウェザリングマスターを使用して安全を確保した汚し作業に徹しました。ではアップです。近くで見るとドライブラシによる作業で細かい傷のようになっているのが分かりますね。で、今回の制作ではアニメの戦闘シーンを再現したかったので、リアルすぎないようにして細かいデカールなどは少なめにしています。それでもオリジン系列のキットなので見栄えしますよね。いやー、なんてこうも試作機ってロマンがあるでしょうね。逆にシンプルすぎるボールは色を追加したり部分塗装して幹のバランスを取りました。ウィンチの工作が面倒な方は既存のワイヤーのディテールをシルバーに塗装してピンバイスで穴を開けてワイヤーを接着してそこから伸ばせばいいと思います。何よりもこのワイヤーを巻きつけてのポージングが難しかったですね。ワイヤーをしっかり張った状態にしないといけないし、動くしでかなり苦戦しました。いかがだったでしょうか。今回は高機動試作型ザクとボール系型を08正体のアニメの第1話2人だけの戦争を再現してみました。この後アームが耐えきれず大破して2連装キャノンを射撃するという流れまで見えてきますよね。で、完全再現ではないのでアームの折れる場所であったりワイヤーをシルバーのものにしたりして見栄え重視にしています。この後の地球での泥臭い戦闘シーンも作りたくなってきますよね。で、この動画が良かったと思ったら高評価、ハイプ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。何か一つでもためになれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。